こんにちは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。どうも。今日はなんだかいつもより真面目な顔してない？わかる？今日はズバリ、お金を育てる話。ニーサとイデコ。うわ、急に大人な話題。正直俺その辺は全くの初心者なんだけど。大丈夫。今日は一から、できるだけ噛み砕いて話していくから。頼もしい。じゃあ初心者代表として素朴な疑問ぶつけていくね。その前に、前回のおさらいだけ軽く。前回は夜なかなか眠れない時のゆるい話だったよね。そうそう。寝る前に軽く聞き流すみたいな回。あれ地味に聞いたよ。で今日は打って変わってしっかり系と。たまにはね。将来のお金の話は避けて通れないから。でもさ、いきなり資産形成って言われてもピンとこないんだよね。だよね。要は、将来のためにお金を少しずつ増やしていくこと。増やすって言うけど給料もそんなに上がらないのに。そこなの。だから、お金にも少し働いてもらおうって発想。お金に働いてもらう。なんかかっこいい言い方だな。でしょ？その入り口が、今日のニーサとイデコっていう仕組み。名前を聞いたことある。でも中身はさっぱり。みんなそう。CM や広告で、名前だけ一人歩きしてるからね。だからなんとなく怖くて手を出せずにいると。そう。でも、仕組みがわかれば、怖さはだいぶ和らぐはず。よし、じゃあ今日でその正体をはっきりさせようん。まずは、なんで貯金だけだと少し心もとないのかから。最近さ、将来のお金のこと考えるとなんか漠然と不安になるんですよね。わかる。なんとなく不安っていうの、みんな抱えてるよね。そうそう、給料もそんなにぐんぐん増えるわけじゃないし。だよね。昔みたいに黙ってても給料が上がっていく時代じゃないから。ですよね。で老後は年金だけじゃ足りないとか聞くと余計にね。その不安は最もだと思う。だからとりあえずコツコツ貯金はしてるんですけど。偉いじゃない。いやでも貯金だけで本当に大丈夫なのかなって。その感覚、大事だよ。実はね、ただ貯金してるだけだと、じわじわ損してることもあるの。損？貯めてるのにですか？そう、鍵はね、インフレ。物価が上がるやつ。そう、それ。物の値段が上がるってことは、裏を返せば、お金の価値が下がるってことなの。なるほど。同じ1000円でも買える量が減るってことか。まさに、去年は1000円で買えたものが、今年は1000円じゃ足りない。みたいなね。それ最近すごく感じる。でしょ？だからタンス預金とか、ただ銀行に置いとくだけだと、金利ほとんどつかないですもんね。そうなの。今って低金利だから、預けてても増える額なんて微々たるものなの。続けの涙ってやつですか？まさにそれ。利息が物価の上昇に追いつかないと、実質的には目減りしていくわけ。うわ、じっとしてるだけなのに減るって、なんか損した気分。だからこそなんだよね。これからは、お金にも働いてもらうっていう発想がいるの。お金に働いてもらう。そう、自分が働いて稼ぐだけじゃなくて、お金にも稼いできてもらうイメージ。なんか頼もしいな、その考え方。でしょ？眠らせておくお金を、ちょっとだけ動かしてあげるってことだね。なるほどね。でもさ、正直に言うと投資ってちょっと怖いイメージがあるんだよね。なんか損しそうっていうか。その気持ちすごくわかる。多くの人が最初はそう思うんだよね。だよね。しかもさ、お金持ちがやるものって感じしない？それがね、実はそんなことないの。今は月に1000円とかそのくらいから始められるんだよ。そうなの？だからハードルはどんどん下がってるの。でも周りに聞ける人もいなくてさ、お金の話ってなんか聞きづらいんだよね。わかる。日本ってそういう空気あるよね。でもね、難しそうって思い込んでるだけのことも多いの。思い込みか。そう。基本さえ抑えれば意外とシンプルなんだよ。でもさ、投資って結局ギャンブルと変わらなくない？そこみんなよく混同するんだけどね。実はね、投資と投機は別物なんだよ。投機？短期でパッと一発当てようとするのが投機ね。それこそギャンブルっぽいやつ。そうそう。デイトレとか値動きを読んで一発逆転狙うやつ。うわ、それはちょっと無理そう。でしょ？でも今日話してるのはそっちじゃないの。違うの？全然違う。投資はね、長い時間をかけてコツコツ
資産を育てるものなの。コツコツ。ね。うん。一発逆転を狙うんじゃなくて、時間を味方につける感じ。なるほどね。じゃあ毎日画面とにらめっこしなくていいんだ。そう。むしろ、ほったらかしくらいの方が向いてるの。へえ、それなら僕でもできそできるできる。ただし、一つだけ勘違いしないでね。何？長期投資でも、絶対に儲かるわけじゃないの。あ、そこは正直に言うんだ。当たり前でしょ。元本保証はないし、値下がりする時期もある。なるほど。そこは自己責任ってことね。そういうこと。でも、仕組みを知ってれば、リスクとうまく付き合えるの。怖がるより、まず知るってことか。その通り。だから、今日で少しでもイメージ変わったら嬉しいな。そもそもさ、NISA って何がそんなにいいの？一言で言うとね、非課税なの。非課税。字面はわかるんだけど、そんなにありがたい話なの？めちゃくちゃありがたいよ。通ね、投資で儲けが出ると、その利益に税金がかかるの。そうなの？自分でリスク取って増やしたのに税金取られるの？そうそう、大体だけど、利益のおよそ2割が税金で持っていかれるのね。2割か。地味に痛いな、それ。でしょ？例えば、10万円儲けたら、2万円くらいが税金で消える計算。うわ、リアルな数字だと聞くわ。その2割が NISA の口座なら丸ごとかからないの。丸ごと？うん。10万円儲けたら、10万円丸々自分の手元に残るわけ。なるほどね。同じ利益でも手取りが全然違うってことか。そういうこと。だから、長く続けるほど、この差はどんどん大きくなるのね。利益にまた利益がついてみたいな。まさにそれ。その利益にも税金がかからないんだから、効いてくるよ。じわじわボディーブローみたいに効くやつね。うまいこと言うね。普通の口座、いわゆる課税口座だと、そこがずっと引かれ続けるからね。課税口座、NISA じゃない、普通のやつって意味か。そう。課税口座は利益が出るたびに税金がついて回る。ついて回るって、なんか怖い言い方。でも実際、そういう感覚に近いのよ。だからこそ、その税金がまるっと消える NISA が強いってわけ。やっとありがたみが分かってきた。でしょ？ただね、いいことばかりじゃなくて、注意点もあるの。そういうの大事。投資だから元本保証じゃないし、損することもある。そこは押さえておこうね。NISA って一つの箱だと思ってたんだけど、枠が2つあるって聞いて。そうそう。大きく分けて2つあるの。積立投資枠と成長投資枠。うわ、いきなりややこしい。大丈夫。順番に行こう。積立投資枠は名前の通りコツコツ積み立てる用。長期、積み立て、分散に向いた投資信託が対象なの。投資信託だけ？そう、一定の基準を満たしたものだけ。へえ、絞られてるんだ。逆に、成長投資枠の方はもっと幅広いの。上場株式とか、投資信託とか、選べる商品が多いんだよね。じゃあ株も買えるんだ。買える。自由度が高いのが成長投資枠。なるほどね。で、どっちか選ばなきゃダメなの？そこがポイント。両方いっぺんに使えるの。ベータ OK？ OK？ 片方に寄せてもいいし、両方使ってもいい。それは助かる。でしょ？で、次は枠の金額の話ね。いくらまで入れられるかってやつ。そう。まず、1年間の枠から。積立投資枠が年間120万円。120万か。成長投資枠が年金に140万円。そっちは倍だ。足すと、1年で合計360万円まで。360万。結構大きいね。でしょ？意外と余裕あるの。でね、もう一つ大事なのが、生涯の枠。一生分の上限ってこと？そういうこと。非課税で持てる上限が1800万円。1800万。ただし、そのうち成長投資枠で使えるのは1200万円まで。成長の方に上限あるんだ。あるの。だから、全部を株につぎ込むみたいなことはできないわけ。なるほど。そこはブレーキかかってるのね。うまいこと言うね。数字は多いけど、なんとなく見えてきた。焦らなくて大丈夫。枠は2つ。金額は、の字360万。生涯1800万。これだけ押さえとけばいい。よし、それなら覚えられそう。そういえばさ、NISA って前は非課税の期間に限りがあったよね。そうそう。昔のは何年までって決まってたの。でも今のは非課税の保有期間が
無期限になったのよ。無期限？そう。ずっと持ち続けても税金がかからない。それは気が楽だな。だから長く持つ長期投資と相性がいいの。急いで売らなくていいってことか。そういうことを。期限に追われないのが大きいのよね。ちなみに口座っていくつも作れるの？一人一口座だけ。そこは決まってるの。なるほどね。でもさ、枠って1回売ったらもう終わりでしょ。あ、そこ勘違いしてる人多いんだけど、違うのよ。そうなの？売った商品の分だけ枠が翌年に復活するの。戻ってくるの？そう。しかも母価の分だけね。母価？何それ？簡単に言うと、買った時の金額のこと。ああ、買った値段ね。そう。値上がりした利益の分じゃなくて元の金額ね。なるほど。そこは元の値段で計算するんだ。だから枠が使い切りじゃないってこと。それは知らなかった。例えば結婚とか引っ越しでまとまったお金がいるでしょ。あるある。そういう時に一度売ってもまた枠が使えるの。それは柔軟でいいね。でしょ？ライフイベントに合わせて動かせるのは強みなの。ただ翌年っていうのがポイントなんだよね。そうそう。その年のうちにすぐ復活はしないの。じゃあ売るタイミングは少し考えた方がいいのか。そうね。必要になる時期を見て動くと無駄がないよ。無期限で持てて、しかも枠も復活する。そう。長く付き合える制度になったってことね。だいぶ印象変わったわ。でしょ？知ってると使い方の幅が広がるのよ。ねえ、さっきから気になってたんだけど、イデコって結局何なの？ざっくり言うとね、自分で積み立てて自分で運用する。して記念金かな？指定記念金？そう。国からもらえる公的年金に自分で上乗せするイメージ。上乗せか。そうそう。だから基本は老後のためのお金作りなんだよね。老後のためって、じゃあいつでも下ろせるわけじゃないの？鋭いね。原則60歳までは引き出せないんだ。60まで？結構長いね。でもね、その代わり税金の面ですごく優遇されてるの。税金の面？そうなの。まず一番美味しいのが掛け金が全額所得控除になること。ちょっと待って。全額所得控除って正直難しいんだけど。だよね。要するに払う税金が減るってことだよ。税金が減るの？積み立てた金額を収入から差し引いて計算してくれるの。なるほどね。収入が少なく見なされる分、所得税も住民税も安くなるんだ。両方？それはでかいな。でしょ？将来のために積み立てながら毎年の税金も浮くんだから。一石二鳥ってやつじゃん。まさに。しかもね、優遇はそれだけじゃないの。まだあるの？運用して増えた利益も丸々非課税になるんだよ。利益が非課税ってどういうこと？普通、投資で儲かるとその利益に税金がかかるでしょ。かかるね。その税金がイデコの中で増えた分には一切かからないの。マジで？それって丸ごと自分のものになるってこと？そういうこと。だから長く続けるほどその差が効いてくるんだ。長期で持つほど得なんだ。60まで動かせない分、じっくり育てられるとも言えるしね。動かせないのが逆に強みになるわけか。そうそう。途中でつい引き出しちゃう心配がないからね。確かに、俺だったら絶対使っちゃう。そういう人にはむしろ向いてるかもね。でもさ、こんなに得ならみんなやればいいのにね。だよね。ただ、いいことばかりじゃなくて注意点もあるの。そこ大事そう。あと、受け取る時の扱いも知っておくと安心だよ。でもさ、イデコって一つ気になることがあって。何々？あれって60歳まで引き出せないんでしょ？そう、原則ね。老後のお金を作る制度だから。60まで出せないのきつくない？気持ちはわかる。急にお金がいる時に使えないもんね。だよね。でもね、そこを逆に考えるといいの。逆に？出せないってことは勝手に使っちゃわないってこと。確かに。貯金だとつい引き出して減っちゃう人多いでしょ。僕まさにそれ。でしょ？だから強制的に貯まるって考えるとメリットにもなるの。なるほどね。不便さが逆に守ってくれるのか。そういうこと。しかも掛け金は月5000円から始められるよ。5000円でいいの？無理のない額から。上限は仕事や会社の年金で変わるけどね。それなら僕でも始められそう。でね、イデコのすごいところ、もう一つあるの。まだあるの？受け取る時の税金も
軽くなるんだよ。もらう時もお得なの？そう。掛け金が控除されて、運用益も非課税だったでしょ。うん。それで2つだったよね。で、受け取る時の優遇が3つ目。全部で3段構えなの。入り口も出口も優遇されるってこと？その通り。受け取り方は2つ選べてね。2つ？どんな1つは、まとめて一括でドンともらう方法。おお、一括ね。その一括の時は、退職金と同じ枠で税金が軽くなるの。これを退職所得控除って言うんだけどね。退職所得控除。名前は難しいけど、要は減るってことね。そういうこと。飲み込みが早い。へへへ。で、もう一つの受け取り方は？もう一つは、年金みたいに毎年少しずつ受け取る方法。分割で受け取る感じか。うん。その時は、公的年金と同じ控除が使えるの。こっちは公的年金等控除って呼ばれてる。へえ、どっちで受け取っても控除があるんだ。そう。入り口から出口までずっと優遇。だからみんな注目してるの。でさ、イデコの方でも来年の暮れに大きな改正があるんだって。そうそう。2026年の12月にね、結構使いやすくなるの。へえ、どんな風に？まず、入れる年齢が広がるの。今までは65歳未満までだったのが、70歳未満まで加入できるようになる。あ、長く続けられるってことか。そういうこと。それに、かけられる上限も引き上げられるの。上限が上がる？うん。特に、勤め先に企業年金がない会社員なんかは、月々かなり多く積み立てられるようになるみたい。へえ、それは大きいな。でしょ？より長く、より多く積み立てられるようになるっていう方向の改正なの。でもさ、NISA もイデコも良さそうなのは分かったけど、結局どっちやればいいの？ああ、そこ迷うよね。でもこれ、目的で分けると分かりやすいよ。目的で？うん。まず NISA はね、いつでも引き出せるの。自由度がすごく高い。いつでも引き出せるのはありがたいな。だよね。だから、車の買い替えとか、教育費とか、途中で使うかもっていうお金に向いてる。なるほどね。じゃあ、イデコは？イデコは逆。原則60歳まで引き出せないの。60まで？それはちょっと縛られる感じだな。でもね、その代わりに、所得控除がすごく強いの。所得控除って税金が軽くなるやつ？そう。かけてお金がまるって所得から引かれるから、その年の所得税とか住民税が軽くなる。へえ、それは大きいね。うん。だから引き出せない不便さと引き換えに、税制の優遇が手厚いってわけ。つまり、老後専用のお金ってことか。そういうこと。老後専用ならイデコ。途中でも柔軟に使いたいなら NISA。ここが分かれ目。あ、意外とすっきり分かれるんだ。でしょ？で、どっちか一つに絞らなきゃいけないわけでもないの。両方いけんの？いけるいける。併用できるの。余裕があるなら、両方使うのも全然ある。なるほどね。じゃあ考え方としては、うん。老後のためのお金は税制の強いイデコで固めて、それ以外の目的には NISA っていう組み立てが王道かな。ああ、それめっちゃ分かりやすい。でしょ？結局は自分がそのお金をいつ使いたいかなんだよね。そこで選べばいいんだ。そういうこと。目的がはっきりすれば、どっちを選ぶかも自然と見えてくるから。でさ、いざ始めるってなると、何をどう買えばいいのか、正直さっぱりなんだよね。わかる。でもね、基本の原則を3つ押さえとけば、意外と怖くないよ。3つ？長期、積み立て、分散。この3つ。長期っていうのは、要するに、じっくり長く持つってこと？そうそう。値段って毎日上がったり下がったりするでしょ。その日々の値動きに一喜一憂しないで、ドーンと構えるのが長期って発想。なるほどね。で、積み立ては？毎月同じ金額でコツコツ買い続けること。それって高い時も買っちゃうじゃん。損しない？いい質問。逆に、安い時にはたくさん買えてるの。毎月同じ額だと高い時は少なく、安い時は多く買える。鳴らすと高値掴みを避けやすいんだよね。へえ、賢いな。で、最後の分散。これがよく聞くやつだよね。卵を一つのカゴに盛るなみたいな。まさにそれ。カゴを落としたら全部の卵が割れちゃうでしょ。ああ、確かに。だからいろんな国、いろんな会社に少しずつ分けて持つ。どれかが下がっても他が支えてくれる。リスクを一箇所に集めないってことか。そういうこと。長くコツコツ
分けて。これが王道。でもさ、長く持つと何がそんなにいいの？早く売って利益出した方が良くない？そこで効いてくるのが複利の力。複利。言葉は聞くけど、実はよく分かってない。簡単に言うとね、利益がまた次の利益を生むの。利益が利益を？得た利益を使わずにそのまま投資に回すでしょ。すると、元のお金と利益、両方が次の利益を生む。だんだん膨らんでいくの。ああ、雪だるまみたいな。まさに雪だるま式。最初は小さい玉でも、坂を転がすうちに雪をくっつけてどんどん大きくなるでしょ。なるほどね。じゃあ坂が長いほど大きくなるってことか。そう。その坂の長さがまさに時間なの。時間を味方につけるってやつだ。その通り。だから早く始めた人ほど有利なんだよね。じゃあ金額より始める時期の方が大事だったりする？少額でも長く続ければ複利がしっかり働く。それが大きいの。うわー、これ早く知りたかったやつだ。でしょ？だからね、今日が一番若い日なんていうわけ。うまいこと言うな。ちょっとやる気出てきた。でもさ、毎月同じ額をコツコツ買うってなんか地味じゃない？地味。でもそれがいいんだよ。地味なのがいいの？そう。これね、ドルコスト平均法って言うんだけど、ドルコスト平均法。毎月決まった金額でずっと買い続けるの。そうすると、値段が高い時は少なく買えて、安い時はたくさん買えるでしょ。ああ、なるほど。だから長い目で見ると、買った時の平均の値段が鳴らされるんだよね。平均が鳴らされるか。でもさ、安い時を狙って一気に買った方が得じゃないの？それができたら苦労しないよ。まあそうだよね。どこがどこかなんてプロでも当てられないんだから。タイミングを当てに行かなくていいのがこの方法の一番の強みなんだよね。確かにそれは楽だわ。毎日チャートとにらめっこしなくていいんだ。そうそう。ほったらかしでコツコツ続けられるのがいいの。で、実際は何を毎月買えばいいわけ？初心者によく合うって言われてるのがインデックスファンドなんだよね。インデックスファンド。名前は聞くけど中身がよく分かってないんだよな。ざっくり言うとね、一棒全体の動きに合わせて動く投資信託なの。市場全体？一本買うだけでいろんな会社にまとめて分散できるってこと。一本でそんなに分散できるの？そう。しかも少ない金額から始められるの。それは助かる。でもそういうのって手数料が高そうなイメージある。そこがポイントでね。インデックス型は割と手数料が低めなんだよ。意外。この持ってる間ずーっとかかる手数料のこと。信託報酬って言うんだけどね。信託報酬か。長く持つほど効いてくるから低いに越したことはないの。なるほどね。塵も積もればってやつか。そういうこと。だから長期、積み立て、分散を実践しやすいんだよね。長期、積み立て、分散。この3つが資産形成の合言葉みたいなものなの。地味だけど理にかなってるんだな。でしょ？派手さはないけど続けやすいのが一番の武器なの。なんか腑に落ちたわ。でさ、積み立て NISA の方って結局どの商品を選べばいいわけ？そこがね、意外とハードル低いの。積み立ての枠って対象になる商品が最初から絞られてるんだよ。絞られてる？そう。長期積み立て分散に向いてる低コストの投資信託だけ。国が一定の基準で選んでるんだ。へえ、それはありがたいな。だってさ、商品が多すぎると逆に選べなくない？まさにそれ。選択肢が多すぎるとかえって決められなくなるんだよね。その点、あらかじめ手堅いものに絞ってくれてるから初心者でも選びやすいってわけ。なるほどね。もちろん具体的にどれって話は自分で調べてほしいけど、方向性としてはそういうこと。そこは自己責任だもんね。じゃあさ、イデコの方はどうなの？あれも同じ感じ？イデコはね、ちょっと事情が違うの。特に掛け金の上限が人によってバラバラなんだよ。そうなの？じゃあ自分はいくらまでかけられるのってどうわかるの？まず自分の働き方で決まるんだ。自営業か会社員か公務員か、そこでまず変わる。職業で違うんだ。それだけじゃなくてね、会社員なら勤め先に企業年金があるかどうかでもまた上限が変わってくるの。うわ、結構細かいんだね。だから自分がどれに当てはまるのか、まずそこを確認するのが第一歩なんだよ。なるほど。まず自分の立ち位置を知るってことか。そういうこと。
金額の具体的なところは加入するときにちゃんと案内されるから安心して。でもさ、始めるってなったらいきなり有り金全部突っ込んでいいの？ダメダメ。それが一番危ない。投資を始める前に、まず生活防衛資金っていうのを確保するの。生活防衛資金？うん。もし収入が止まっても、数ヶ月は暮らせるお金。これは投資に回さないで、普通に預貯金で置いておくの。へえ、まず守りからなんだ。そう、守りが先。ああ、なるほど。じゃあ投資に使うのはその残りってこと？そう。なくなっても生活は揺るがない。余裕資金でやるのが鉄則。余裕資金ね。そう。鉄則ね。あとね、自分がどれくらいの値下がりに耐えられるかっていうのも先に考えておく。それがリスク許容度ってやつ？そうそう。リスク許容度。人によって全然違うから、周りと同じにしなくていいの。でもさ、正直に言うと、下がったら怖くて売っちゃいそうなんだよね、俺。ああ、そこが一番の落とし穴。値下がりで慌てて売っちゃうこと。これ狼狽売りって言うんだけど、初心者がやりがちなの。うわ、まさに俺だ。でしょ？みんなそうなの。でもね、長期、積み立て、分散で持つって決めたなら、一時的に下がっても慌てないことが大事。なるほどね。じゃあ他にもやりがちな失敗ってある？うん。一つに集中しすぎるのもね。ああ、一点集中は怖いって言うもんね。そうなの。そう。それと、手数料の高い商品を選んじゃうのも意外と見落としがち。手数料か。塵も積もればってやつだ。まさに。長く持つほど手数料の差がじわじわ効いてくるからね。怖っ。ちゃんと確認しなきゃ。うん、そこ大事。あとね、NISA について一つ注意点があって、うん、何？ NISA の口座で損失が出ても、他の口座の利益とは損益通算ができないの。損益通算って？普通の口座なら、片方の損ともう片方の利益を相殺して税金を減らせるのね。ああ、それが NISA だとできないんだ。そう。だから、いい面だけじゃなくて、こういう仕組みもちゃんと知っておいた方がいい。確かに。うまい話ばっかりじゃないんだね。うん。そもそも投資って元本保証じゃないからね。元本保証じゃない。そう。増えることもあれば減ることもある。だから余裕資金で長い目でやるのが基本なの。なんか、ちょっと安心した。慌てなくていいってことだよね。そうそう。焦らず自分のペースでね。でもさ、そもそも投資に回すお金なんてないんだよね。その気持ち、すごくわかる。でもね、順番を逆にするだけで変わるんだよ。うん、それはある。順番？うん。普通は余ったら貯めようって思うでしょ。でもそれだと大抵余らないの。ああ、確かに。給料日前はいつもカツカツだわ。うん。だから先に取り分けるの。給料が入った瞬間、投資や貯金の分を別口座に移しちゃう。なるほど。残ったお金で生活するってこと？そう。それが先取り貯蓄。最初からないものと思えば、意外となんとかなるものなの。でも、その先取りの分すらねねり出せないときは？あるある。そこで固定費の見直し。通信費とか保険とか、毎月自動で出ていくものを削るのが一番効くの。ああ、固定費か。そう。一回見直せば、あとは何もしなくても毎月ずっと浮くでしょ。節約より楽なの。確かに、毎日ケチケチするのはしんどいもんな。でしょ？だから、食費を我慢するより、まず固定費。そこで浮いた分を先取りに回せばいいの。浮いた分、全部投資に回していいの？そこは要注意。まず、生活防衛資金として、数ヶ月分の生活費は手元に残しておくの。なんで残すの？急な病気や怪我、失業もあるでしょ？そこで慌てて投資を売ると、値下がり中でも損して手放すことになるの。ああ、それは避けたいな。でしょ？だから、守りのお金を先に確保して、投資はあくまで余裕資金でやるのが鉄則なの。じゃあ、余裕資金ができたとして、それも全部投資しちゃっていいの？いい質問。それは、目的と時期で分けるの。人生の三大資金って聞いたことある？三大資金？なんか大げさだな。ないない。教育資金、住宅資金、老後資金。この3つ、人生で一番お金がかかる大きな出費なの。うわ、どれも重そう。でもね、時期が全然違うのがポイント。教育費は十数年後、老後は何十年も先でしょ？
ああ、そっか。時期が違うとお金の置き場所も変わるってこと？その通り。近い出費は元本が減ると困るから、預貯金で確実に置いておくの。なるほどね。うん、それは困る。逆に、老後資金みたいに何十年も先の分は、時間を味方にできるから投資が向いてるの。時間を味方に、か。長く持てば持つほどいいってやつ？なるほどね。そうそう。値下がりしても時間があれば取り戻すチャンスも大きいでしょ？でも住宅資金は？家って結構すぐ買う人もいるじゃん。うん。だから住宅は中間って感じ。頭金を使う時期を決めて、そこから逆算して配分するの。逆算か。なんか計画的だな。それがライフプランなの。いつ、何にいくらいるかをざっくり描くと、配分が見えてくるでしょ？なるほどね。ぼんやり不安だったのがちょっと整理できた気がする。でしょ？全部を投資に突っ込むんじゃなくて、近いお金と遠いお金で置き場所を変える。うん、それなら僕にもできそう。まずは家計から投資の元手を作る。それができれば、もう半分は進んだようなものなの。結局さ、NISA とiDeCoってどっちを先にやればいいの？ああ、それ一番聞かれるやつ。でもね、正解は人によって違うんだよ。え、そうなの？うん。まず何より、生活防衛資金を預貯金で確保するのが先なの。生活防衛資金。そう。数ヶ月分の生活費ね。いざって時に、すぐ使えるお金を手元に残しておくの。なるほどね。それができて初めて、投資に回すって順番。ここは崩さない方がいいよ。で、その後はどっち？そこは目的次第。老後資金をがっつり貯めたいなら、iDeCoの所得控除が効いてくる。所得控除って税金が安くなるやつ？そうそう。掛け金が全額所得控除されて、その年の所得税と住民税が軽くなるの。それはでかい。ただしiDeCoは原則60歳まで引き出せない。老後専用って割り切りがいるのね。ああ、途中で使えないのか。うん。その代わりNISAはいつでも売って引き出せる自由さがある。へえ。だから使い道がまだ決まってないなら、NISAの方が気楽って考え方もできる。目的で分けるのか。そういうこと。どっちが上とかじゃなくて、自分の目的に合わせて選ぶのが大事。結局、人それぞれってことね。そう。最適解は一人一人違うから、そこは焦らなくて大丈夫だよ。ところでさ、ボーナス入ると、つい全部使っちゃうんだよね。ああ、わかる。その気持ちはすごくわかる。ダメ。ダメじゃないよ。でも、まとまったお金が入った時こそ、少し将来に回すチャンスなの。チャンス？うん。臨時収入の一部を投資に増額して回すのも一つの手だよ。へえ、ボーナスで増やすのか。そう。毎月コツコツに加えて、ボーナス月だけ上乗せするって使い方ね。なるほどね。ただし、無理は禁物。あくまで余裕資金の範囲でやるのが鉄則だからね。生活を圧迫しない程度に、か。その通り。生活費を削ってまで投資に回すと続かないし、本末転倒だから。確かに。全部使い切るんじゃなくて、ちょっとだけ将来に残す。その習慣が効いてくるの。ちょっとだけならできそう。でしょ？入ったお金の1割からでもいい。未来の自分に送るイメージだね。未来の自分にプレゼントか。いい響きだな。使う楽しみも大事にしつつ、少しだけ先に備える。そのバランスが理想かな。よし。次のボーナスは一部だけ回してみる。いいね。その一歩がきっと大きいよ。実際さ、始めるって言っても何から手をつければいいの？まずは金融機関を一つ選ぶところからだよ。金融機関。銀行とかネットで手続きできるところとか。窓口があるかネット完結かで選ぶ人が多いかな。へえ。取扱い商品の数とか手数料の安さで比べる人もいるよ。自分に合うところを選ぶのが大事。なるほどね。選んだら次は口座の申し込み。今はネットで完結できるところが増えてる。ネットだけでいけるの？そう。スマホで申し込みフォームに入力して、あとは本人確認の書類を出すだけ。本人確認？免許証とかマイナンバーカードをスマホで取って送る感じ。番号の提出も必要になる。ああ、そういうの最近多いよね。小さっていうか、確認が済めば口座が開設される。数日から数週間で使えるようになるよ。意外とあっさりしてるんだ。うん。昔は書類を郵送してみたいに手間だったけど、今はかなり簡単になった。それなら俺でもできそう。
できるできる。最初の一歩さえ踏み出せば、あとは商品を選んで、積み立て、設定するだけ。積み立て設定。毎月いくら、どの商品を買うか決めておくと、自動で買い付けてくれる仕組み。ほったらかしでいいってこと？そういうこと。一度決めたら手間がかからないのが積み立ての良さ。でもさ、始めるってなるとまとまったお金がいる気がするんだよね。そこは誤解されがちなんだけど、少額からで全然いいんだよ。少額ってどのくらい？制度にもよるけど、月々ワンコイン程度から始められるところもある。無理のない額でいい。そんな少なくていいの？いいの。大事なのは金額より、まず始めて仕組みになれることだから。なれるか。値動きに一喜一憂する感覚とか、実際にやってみないとわからないでしょ。確かに。少額なら値下がりしても精神的なダメージが小さい。練習にちょうどいいんだよ。なるほど。いきなり大金は怖いもんな。そう、慣れてきて余裕が出てきたら、少しずつ金額を上げていけばいい。小さく始めて徐々にって感じか。まさにそれ。最初から完璧を目指さなくていい。ハードル下がったわ。投資って身構えがちだけど、入り口はほんと気軽でいいの。うん。続けることで複利も効いてくるから、早く小さく始めた人が結局は有利だったりする。早く始めたもの勝ちみたいな。そういう面もあるね。もちろん余裕資金でってのは前提だけど、余裕資金ね。生活費まで削って投資するのは本末転倒。あくまで無理のない範囲でが鉄則。そこは押さえとかないとな。じゃあ買った後っていつ売るのがいいの？基本はね、慌てて売らずに長く持ち続けるのがいいと思う。ずっと持ってるの？そう。老後とかまとまったお金がいる時まで置いておく感じ。なるほどね。で、必要になったら全部じゃなくて少しずつ取り崩していくのが安心。少しずつか。一気に売るとその時の値段次第になっちゃうからね。確かに。短期の値動きでいちいち売り買いすると振り回されて損しがちなんだ。それ俺めっちゃやりそでしょ？だから最初から長い目でって決めておくのが大事なの。う。なるほど。でもさ、もし暴落来たらどうすんの？それね。正直、相場がガクッと下がると誰でも不安になるよ。だよね。怖いもん。俺絶対ビビって売っちゃうタイプ。でも実はね、積み立てしてる人にとっては下がった時こそチャンスなの。なんで？毎月同じ額で買ってると、安い時は同じお金でたくさん買えるでしょ。そういうことか。高い時は少なく、安い時は多く、自動的にならされていく感じ。うまくできてるな。歴史的にはね、大きく下げても長い目で見れば回復してきた場面が多いの。ただ、次も必ずそうなるとは限らない。そこは断言できないけどね。まあそうだよね。元本保証じゃないし、投資は最後は自己責任っていうのは忘れちゃダメ。だよね。じゃあ下がった時に一番やっちゃいけないのは？慌てて底値で全部売る。いわゆる老婆売りってやつ。老婆有利？そう。パニックになって投げ売りしちゃうこと。うわ、名前まであるんだ。それだけみんなやりがちってことなんだよね。耳が痛い。そこで売って上がってから買い直すのが実は一番損しやすいんだ。確かに、それ最悪だ。だから下がっても淡々と積み立てを続ける。それが一番難しくて強いの。淡々とね。気になるならそもそも余裕資金でやるのが大前提。生活費は突っ込まない。それ大事。なくなっても当分困らないお金なら下げにも耐えやすいからね。なるほどな。なんかちょっと心構えができた気がする。でもさ、友達が絶対儲かるって言ってた投資があるんだけど。はい。その絶対儲かるが出た時点でもう疑った方がいいよ。そうなの？そもそも投資に絶対はないの。元本保証で氷回りなんて基本ありえないから。言われてみればそうだよな。リターンが大きいものは必ずその分リスクも大きい。うまい話ほど裏があると思って。でも今だけとか言われるとつい焦っちゃうんだよな。そこが狙いなの。急がせて考える時間を与えないのが典型的な手口だから。うわ、まんまと引っかかりそう。特に SNS とか知り合い経由の話は要注意。あなただけ特別にってきたらまず疑って。知り合いだと逆に断りにくくてさ。その心理をついてくるんだよね。
でもお金の話は情に流されず冷静に線を引かないと。なるほどね。じゃあそういう詐欺に引っかからないコツって何かある？一番は他人任せにしないこと。自分で調べて理解できないものには手を出さない。自分で調べるか。しかもちゃんと公式や一時情報に当たること。誰かのまとめや噂だけで判断しない。一時情報ってのが大事なんだね。そう。あと地味だけど、手数料は必ず確認して。長い目で見ると、コストの差って結構効くの。手数料か。あんまり気にしてなかった。みんなそこ見落としがち。でも、そういう地味な部分を抑える人が結局一番強いんだよ。なんか投資って結局は勉強なんだな。そうそう。理解してから始める。焦らないこと。それが結局一番の防御になるから。よし、まずはちゃんと調べるところからやってみる。じゃあ今日の要点をちょっと整理してみよっか。お願いします。頭がいっぱいになってきた。まず、資産作りは早く始めるに越したことはない。出た、複利。時間が長いほど効いてくるんだよね。そう。ただ、非課税だからといって必ず儲かるわけじゃない。あくまで値動きのある投資と元本保証じゃない。だからこそ、長期、積み立て、分散でリスクを抑えるんだったね。無理のない金額でコツコツ続ける。これに尽きるね。その通り。制度はあくまでその背中を押してくれる道具。道具を正しく使えば将来の自分がきっと助かる。と。じゃあ、今日のキーフレーズ、声に出してみよう。早いに越したことはない。だね。いくよ。せーの。で、3、2、1。早いに越したことはない。というわけで、今日は NISA とiDeCo、資産形成の第一歩でした。正直最初は身構えてたけど輪郭はつかめた気がする。そこだけ。あとは無理のない範囲で一歩踏み出すだけ。だね。まずは調べるところから始めてみるよ。その意気。今日も聞いてくれてありがとう。またね。